どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、シグマ 2470F2.8DGDN アートの2型のこのレンズについて皆さんにね、ご紹介、レビューをね、していけたらなというふうに思っております。いや、ということで、ちょっと背景が新しくなってますよね。はい、新オフィスで収録をしております。ちょっとね、ここからまだめちゃ反響もあるし、まだまだ背景は変わってはいくんですけれども、とりあえず記念すべき一発目というところで、このね、シグマレンズ、徹底的にね、紹介していけたらなというふうに思っております。このレンズはですね、皆さん、いわゆる憧れの第三元ズームレンズとなっています。皆さんもうお分かりの方多いですよね。第三元ズームレンズって何かっていうと、F 値が F2.8 投資のズームレンズのことになります。こちらにある通り F2.8 まで下げれるレンズになっている。なので単焦点レンズのような明るさで、それでいてズームができると。はい、24mm から 70mm までズームレンズの利便性を組み合わせた、カメラやってたらね、みんなが一度憧れるようなそんなねレンズになっています。で第三元ズームレンズといっても、2470mmF2.8 の他に 1635mm とか、あとは 70200mm とかですね、それらの F2.8 投資っていうのが第三元ズームレンズのね定番ともなっているんですが、中でもね最も万能というか、ど真ん中、もうドストレートにみんながよく使うというところで、この 2470mmF2.8 というねラインナップがあると思うんですけど、今回これをね、注目していきたいと思います。各メーカーがねこういう風に 2470mm のレンズっていうのはフラッグシップかのようにね、各メーカーのね光学技術の最高峰、各社が持ってるね技術っていうものをここにねぶち込んでるようなそんなレンズになりますので、非常にね重要なレンズでもあるといったところです。でこういったレンズってねやっぱめちゃくちゃ便利ではあるんですけど、やっぱり高いんですよ。そりゃそうですよね。明るさとね利便性のねいいところを組み合わせた各メーカーのフラッグシップのようなレンズになってますので、やっぱり値段はね高くなってきますよ。もうメーカーによりますが30万円とか、中には40万円近い価格になってしまうようなねメーカーもあるんですけど、そういった時にシグマという選択肢が出てくるといったところですね。実はね僕学生の時にね初めて購入したね第三元ズームレンズっていうのがシグマのねこのアートレンズだったんですよ。でしかも今回レビューするこのレンズの1型のアートレンズだったんですよ。これを初めて買いました。当時2019年ぐらいかな。そんなね世間的にはサードパーティーとも言われるようなシグマではありますが、少なくとも僕はねシグマっていうのは単なるサードパーティーではないと思っています。それこそねここにあるシグマ BF とかねシグマ FP とかね、シグマってね自社でカメラ本体までね開発してるようなメーカーなんですよ。日本国内で設計製造品質管理までね一貫して行っている、ものづくりに対するこだわりがね本当に詰まったねメーカーだと僕はね思っています。そんなね僕のシグマ愛が伝わったのか、なんとですねちょっと急に告知になりますけど、 CP プラス2026シグマブースで登壇させていただきます。はい、これだからアートレンズが好きだというようなねテーマで、アートレンズの魅力っていうものをねたっぷりと紹介させていただきます。2月28日土曜日15時からね45分間シグマブースのステージでね登壇セミナーをさせていただきますので、ぜひねここお時間ある方はねお越しいただきますとすごく嬉しいなと思いますので、みんなチェックしといてね。ということで今回ねこの長期間たっぷりと使い込んできたこの 2470mmF2.8DGDN 2型の作例からまずはご覧ください。作例はいかがだったでしょうか。まずはねシグマのこのアートラインの魅力、どれだけねすごいものなのかっていうものづくりの観点から皆さん一緒に見ていきましょう。シグマのものづくりっていうのは、シグマっていうのはね日本のメーカーです。国産メーカー、もう誇らしいですよね。日本の会津、福島県の会津に自社工場を構えていて、設計製造品質管理までを国内で一貫して行うものづくりをね徹底しているようなメーカーです。でその精度というのがね非常に恐ろしくて、このねシグマレンズの表面の粗さをね2ナノメートル以下っていうものをね基準に生産されているというほどです。これがねどの程度なのかというと、僕たちがね今いるこの東京から福島県会津までの直径 300km をねレンズの表面として考えた場合、その間にある凹凸が 2cm 以下に抑えられているというような計算になります。結構やばいですよね。もう普通に狂ったぐらいのね徹底さがね分かってくるかと思います。でそんなシグマには3つのレンズラインナップがありましたよね。まずはアートライン、最高峰の光学性能と光学技術を集結させたフラッグシップラインになります。そしてコンテンポラリーライン、こちらもありましてね、高い光学性能はそのままにコンパクトさと軽量さを両立したようなラインになります。そしてスポーツライン、これも取り上げましたね。高度な光学性能と表現力っていうものは維持しつつ、動きの速いいわゆる動体系の撮影にも強い、そんな場面に特化したラインっていうのも展開しています。
で、今回紹介するのはこのアートラインになります。見ての通り、今回紹介するね、このレンズっていうのは決して、めっちゃ小さいわけでも、めっちゃコンパクトなわけでも、めっちゃ軽いわけでもないんですね。ただその分、描写性能はね、本当に素晴らしいし、とことんね、こだわって開発設計した、そんなね、レンズになっています。ということで、前置きかなり長くなってしまいましたが、このレンズのね、スペック詳細から皆さん一緒に見ていきましょう。このレンズはですね、そもそもマウント展開が2つで僕たちにめちゃくちゃマッチする L マウントと E マウントレンズ展開になります。なので、ソニーのカメラでも、ルミックスのカメラでも使うことができます。レンズ構成は15分19枚、絞り羽枚数は11枚となっていて、フィルター径は 82mm と非常に使いやすいです。F 値は F2.8 から F22 まで可能で、そして重量は E マウントが 735g、L マウントが 745g と 10g だけ L マウントの方が重たくなっています。そして外観デザインについて見ていきましょう。このレンズ結構使いやすいんですよ。というのも豊富な物理ボタンとスイッチが搭載されています。まず絞りリングですね。このね、絞りリング、F 値ダイヤルがね、僕めちゃくちゃ好きで、これがね、ついている。で、なおかつこれクリックのね、スイッチがあるので、これを外してあげれば、ぬるっと滑らかな方にすることもできるし、ここをね、解除させてあげれば、オートにしてあげることもできます。なので、カメラ側で制御するっていうことももちろんできます。で、ズームは24から70なんですが、ちょっとだけこれ注意点としては、シグマのレンズってソニーとルミックスとはね、逆方向になるんですよね。なので、今、左に回したんですけど、例えばソニーの GM2 だと、これこっちに回すんですね。ただ、シグマのレンズっていうのは基本的に逆向きになりますので、わかるかな？ちょっとね、操作性が若干変わってくるんですね。ここはね、ルビックスも一緒で、ちょっとここはね、初めてだとね、若干使いづらさを感じるかもしれません。で、その他にも AF とマニュアルのね、切り替えスイッチがあったりだとか、AF ロックボタンがね、ここに1つとサイドにもありますので、やっぱりね、撮影のしやすさをね、考えられた設計になっているように感じます。っていうようなね、基本情報は押さえておいてですね、まずはね、このレンズで僕が感じたね、5つのね、優れたポイントがあります。なので、ちょっとどうしてもこれから行きたいんで、ここからね、見ていきましょう。まず1個目がですね、やっぱり描写性能ですね。これ本当に素晴らしいです。開放 F2.8 からね、解像度が結構バキバキですね。やっぱりね、シグマのアートらしいね、やっぱり高解像さっていうのがね、何よりも伝わってきます。今回ね、ソニーのカメラはね、結構この α1M2 と一緒に、これ約5000万画素ぐらいの組み合わせなんですけど、全然不満を感じないというか、全然ね、このやっぱりボディがね、レンズの良さも引き出すし、レンズがボディの良さも引き出すような、それぐらいね、バキバキっと全てをね、映し出してくれるような、そんなね、印象があります。ルックに関してはどっちかっていえば感触寄りのね、絵作りのような気はしていて、重すぎないね、印象は持っています。僕シグマのレンズ結構ね、前から使ってるので、ここはね、やっぱり一貫してるなっていう感じはするんですけど、感触がちょっとね、感じることが多かって、レンズ自体のね、透明感っていうか、抜けの良さっていうのはね、いつも感じるんですけど、このね、レンズも絵はね、すごくスッキリとしてるような印象です。で、玉ボケもね、めちゃくちゃ綺麗です。中心はとにかくね、まん丸だし、周辺はね、やや形が崩れる時もありますが、全然うるさくないし、美しいね、ボケ味かなというふうに感じています。とにかくね、ボケ感がめちゃくちゃ綺麗で、ボケがやっぱね、主張しすぎてないというところで、僕結構ね、やっぱいろんなレンズ、本当にね、海外のものとか含めて使ってきたんですけど、やっぱボケ感ってやっぱ全然レンズによって変わってくると思うんですけど、シグマのね、レンズは本当にボケ感が主張がなくて好きですね。ボケがざわざわしてしまったりするとね、やっぱりメインの被写体が目がいかなかったりしがちなんですけど、そういったことも全然なく、被写体がね、自然に綺麗にね、浮き上がってくるような、そんな印象を持っています。で、ちなみにね、なんでこんなにね、高解像なのかっていうところはね、この設計にも秘密があって、このね、レンズね、6枚の FLD ガラスと2枚のね、SLD ガラスというものを採用しています。通常ね、従来のガラスを磨く場合って、片面ずつ、1面ずつで磨くんですけど、でもね、この SLD と FLD ガラスの場合は、片面ね、3回ずつ磨くと、めちゃくちゃ多いんですよね。要は両面で合計6回も研磨したガラスになっているので、簡単に言えば手間がめちゃくちゃかかってるみたいなんですよね。そういうね、1個のものに対してすごく時間をかけたりとか、そもそものその研磨技術っていうのはやっぱりメイドインジャパンの強みなのかなっていうふうにも思いますし、その研磨の工程をね、多く重ねてガラスの表面の凹凸をね、限りなく抑えていくと。それによって無駄なね、反射とか、あとは屈折とかを減らして光をね、純粋なままセンサーに届けていくと。それがやっぱりね、シグマの強み、そのメーカーというか、会社としての強みでもあり、この解像差が保証されている原因にもなるといったところになってきます。ちょっと難しいかもしれないんですけど、シグマってね、レンズの製造工程みたいなのを YouTube で見ることができたりしますので、興味ある方はね、ちょっとそういったものもね、よかったら見てみてください。すごくね、圧巻ですよ、これは。で、そして僕が感じた魅力のところ2つ目になるんですけど、やっぱり小型軽量による
携帯性です。はい。持ち出しやすいんですよ。アートレンズってね、決してね、めちゃくちゃ軽いわけではないですよ。ただ、僕がね、2019年ぐらいに買った1型のものからは 7% の軽量化、そして 10% の小型化に成功しています。あのレンズね、当時はね、めっちゃ軽いし、十分使いやすいなと思ってたんですけど、やっぱもうそこから5年とか経ってますから、今やっぱ進化した状態でこの2型を見ればね、よりやっぱ使いやすいっていうのを、僕あのレンズマジでめちゃくちゃ使ってたんで、やっぱね、その違いっていうのは今でも覚えてます。ちょっとあれはね、もう友人にちょっと手放したんですけど、さすがにね、やっぱ世代が新しくなった感じはしています。というのもね、僕やっぱ当時ルミックスの S シリーズ使ってたんで、この2470の S プロレンズと比べたらもう一目瞭然ですよね。めちゃくちゃ軽いわけですよ。はい、小型だしね、もう全然違うよね。やっぱ S プロならではの写りの良さっていうのはもちろんあるし、全く一緒の写りではないんですよ。両方に良さはあるような感じはするんですけど、でもね、やっぱりこの小型軽量さっていうのは、やっぱそれ以上にやっぱ恩恵は大きいですよね。ただソニーに関してはね、ちょっとソニーの技術力が異常なんですけど、2470F2.8GM2 と比べたら、こっちの方がね、軽くはなっています。はい。だいたい 40g ぐらいがね、多分こっちの方が軽いはずなんですけど、はい。ソニーやっぱすげえって感じではあるんですが、それでも負けてないぐらい軽いですよね。で、なんなら、鏡頭の細さみたいなところはね、シグマの方が細いのかな。うん。ちょっと明確には分かりませんが、持った感じはね、こっちの方が、重たいんですけど、なんか細い感じはしますね。この2型めちゃくちゃ高いので、はい。こっちをね、選ぶ選択肢っていうのは絶対出てきますよね。で、実際のね、装着感でいうと、この7.5と今ついてますけど、こういうね、しっかりグリップがあるものと、つけてあげると全然問題ないっていうか、むしろこれでね、こんなに万能な、第3元使えるなら、もう全然十分いいっていう感じではあります。ただですね、プライベートとか、旅行っていうところになってくると、めっちゃ気軽かと言われると、そこまで超っていうわけではないかな。やっぱりこの 2870mmF2.8 の、後ほどね、詳しくこれも比較をしますが、こっちと比べたら全然違うので、やっぱり描写を優先するっていうのところでは、こっちのね、多少なりとも大きさはね、出てくるというような印象はあります。今回のね、作例、海外のね、作例はたくさんあったと思うんですけれども、結局海外とかの出張とかって、それなりに意気込んで撮ったりしますし、あとはね、結局ズームレンズ使うと、その単焦点とかのバリエーションを持っていかなくていいっていうね、結果的にトータル重量っていうのは少なくできたりするじゃないですか。なので、その飛行機乗るとかになってくると荷物制限とかね出てきますので、そういったところでこれにねこうまとめてしまうっていうような使い方としてはめちゃくちゃいいかなと思います。ただ正直なところバランス感っていうのはね、7.5とかそれこそルミックスの S1 系とかやったらいいんですけど、7C とかになってくるとねちょっとはい、こんな感じで、やっぱりね、どうしてもちょっとフロントヘビーというか、7C とか S9 とかとは、ちょっとね、あんまり不向きかなとは思います。で、そして僕がね、好きな3つ目のところが、ビルドクオリティなんですよ。さっきちょっと言ったところなんですけど、このね、アートレンズってね、そもそも描写力、解像感っていうところはあるんですけど、そのね、コンテンポラリーラインとね、やっぱり一番違うのが、このビルドクオリティ、要はデザイン、質感、設計ですね。ここが結構大きく違ってきます。まずね、このレンズ結構それなりにね、小型化を実現したっていうのもあるんですけど、それでいてかつ高級感がやっぱあるんですよね。これね、金属パーツをね、使用しているので、メタリック感がね、かなりいけてると思いませんか？このテカテカ具合、僕めっちゃ好きなんですよ。過去にね、レビューをしたこちらですね、28105mm のこのレンズ。これはね、ちょっとマットなデザインで、マグネシウム合金だったかなっていうもので、ちょっとね、軽量化を優先するためにこうなったみたいなんですけど、これと比べても僕はね、こっちの方が高級感があってすごく好きなんですよね。どっちも良さがあるんですけど、やっぱこのアートレンズってすごくね、デザインの良さ、シグマってめっちゃかっこいいレンズなんで、僕ね、この見た目すごく好きです。で、このデザインかつ防塵防滴性能になっているので、これあくまで全然防水ではないんでね、どこまで雨にね、使うかっていうのはちょっと自己責任になってくるかなと思うんですけど、全然小雨程度であれば僕はね、全然使っています。やっぱりね、このアートレンズの魅力はここだと思ってて、耐久性というか、いろんな、それなりにね、こう砂ぼこりが舞うようなところとか、雨が降るようなところでも、しっかりと使っていくことができる。この頑丈さっていうのが、やっぱりね、このアートライン、仕事とか業務とかで選びたくなるような、そういったところがね、この理由にもなっているような気がしています。で、他にもね、細かいけど、このフォーカスリングとかね、このズームリングのトルク感、このね、適度なこの抵抗感がめちゃくちゃ使いやすくて、軽すぎず重すぎずね、ちょうどいいなというふうに感じます。逆回転なのはちょっとね、惜しいところではありますが、これはね、キヤノンのレンズとね、同じというか、統一されたようなところから、ここにもね、引き継がれてるので、でもこのレンズは RF マウントはないんですけど、もしできたらね、ソニーレンズとルミックスレンズはね、この逆回転で製造設計してくれたらもっと助かるんですけど、でも逆にね、シネマレンズとはこっちで似てたりはするので、一長一短なん
ですけどね。ただミラーレスカメラをよく使う方がしたらちょっとこれはね何度も言いますがちょっと惜しいところではあるんですけどっていう形にはなっています。でちなみにレンズフードがですね、はい、こんな感じなんですけど、これロックがつくんですよ。はい、でここでロック解除して撮るんですけど、このねロックがついてることによってね基本はこれ撮れないです。なのでここもすごく安心感があるかなといったところですね。ぶつかってもはい、取れない感じになっています。でそして続いて4つ目が AF です。いやここがね僕結構やっぱ一番ね他社レンズ使うところの懸念点ではあったんですけど、やっぱここがね一番払拭されました。このレンズも HLA ハイリスポンスリニアアクチュエーターっていうね、他のアートラインとかでも搭載されてるねオートフォーカスのね1個機構があるんですけど、これによってメーカー純正のね被写体検出成分、人目であったりとかねこう顔とかそういったものを問題なく使用することができるようになるんですね。僕のね体感値ではシグマレンズを使っていて純正レンズとねめっちゃ大きな差をね感じたことがあるかと言われたらほとんどないかなと、今のところ全然ないなっていう感じはしています。で動画視点でも結構良くて、これ AF のね高速差に加えてかなりね静かなんですよね。全然このフォーカスのこう駆動音が鳴らないっていう、全く鳴らないっていうのと、あとはねブリージング補正もかなり少ないですよ。ピントの位置が変わることによって画角がちょっとこうブワンって動いてしまうっていう現象があったりするんですけど、それもほとんど見られない。なのでこう写真も動画も両方ね万能に撮れちゃうっていうところも、すごく気に入っているところですね。で最後僕が好きなところ5つ目がですね近接撮影です。最短撮影距離がですね結構短くいけて寄れるんですよね。これがマジででかくて 24mm のワイド単で17センチでテレ側のね70センチで34センチまで寄れるというね結構すごいですよ。これ最大撮影倍率は1対 2.7 になっています。なので写真とかだと 24mm でねこれぐらい寄れちゃいますね。ここまでいけれるよね。ここかな、ここまでこのレンズのここですよ今。はい、ここピント合ってます。僕の今指にピント合ってる。でテレ側にしたらレンズのこの端でここぐらいかな。はい、ここで今ピン合ってますねっていうのが結構良くて、もうここまで寄れば、もちろん背景もボケボケですし、すごくね寄って撮影することができます。で実際そんな寄るってなるじゃないですか。寄るんですよ。特に僕たちレビュー動画作る時とか、いろんなこうね、こういった YouTube の仕事をしてる時に、インサート撮影でねプロダクトをしっかりと映していくと、そういう時にこうプロダクトそのものにね寄った撮影をね非常によくやるんですね。なので例えばレンズのレビューをするってなったらレンズにねしっかりと寄ってあげて、でこうやって撮影をすることが多いので、やっぱ寄れれば寄れるほどすごくありがたいですよ。シグマのレンズってロゴが最近変わってるの知ってます？皆さんそういったことを伝えたくて、じゃあこのロゴが変わってますよってなったらちゃんと寄ってあげて見せてあげるっていうようなことを僕たちはしたいんですよね。なのでそういった僕たちの用途ではめちゃくちゃねマッチしてくれるようなそういったね使用感っていうのもあったりしているんです。はい、っていうのがね、僕がこのレンズを使ってみて、やっぱここがねすごく評価したいなと思ったところをご紹介させていただきました。ではねちょっと気になる価格をねちょっとまとめていきたいと思います。もちろんこのレンズもだし他のね第3元ズームレンズっていうものをいろいろと比較をしていきたいと思います。まずこのレンズの価格はマップカメラさんで確認したところ17万8200円という価格になっています。どうでしょうか。安くはないですよね正直。でも2型っていうところでは妥当ではあるかな。ちょっと高くもないかなっていう感じはしますけど、でもGM2 とかに比べたら絶対安いと。でなんなら1型がね結構安かったんで僕10万円前後ぐらいで買った記憶があるんですけど、それに比べてやっぱ高いっていうのはあるんですけど、もはやダイヤルの操作感とか厳密な改造を求めないっていうのであれば1型も全然まだね使えると思います。で一方こちらですね、ソニーの 2470mmF2.8GM2、 これがねマップカメラ価格で28万7100円になりますので、差額約10万円以上になってきますから、こうなってくると単焦点1個買えますよねってなるので、ここは結構大きくね、差があるので、より安くしたいっていう方はこっちにね選ぶ価値は全然ありますよね。であとはねこちらですよ、ルミックスの 2470mmF2.8 S プロレンズですね。これは21万8790円になりますので、ルミックスは比較的安めではあるんですが、この大きさですから、この S プロレンズはねめちゃくちゃルックはいいですよ。めちゃくちゃ綺麗なんやけど難しい用途ですよね。ここは僕ねこの S プロはねマジで2型にも負けないぐらいの写り描写の良さっていうのがあるんですよ。ちょっと解像度の比較はね追い込めてないんですけど、ルックはめっちゃ好きなんですよね。アートもすごいいいんだけど、これにしかないルックはある。ただ大きさ重さがしんどすぎると1キロとかなってくるんで、これはねほんましんどいんで、全然こっちの方が使いやすいっていうのは 100% あると、絶対あると思います。でねここはいいんですけど、本当に気になるのがもう一個ありますよね。これですよ、2870mmF2.8DGDN ですね。要はこっちもね定番のズームレンズですよ。めちゃくちゃ売れてるみたいで、28から70の F2.8
何が違うかっていうところですよね。値段なんと85,230円ですから、これでいいんじゃねってやっぱなってしまいますよね。その気持ちすごくわかります。なので、ちょっとこれね、どっちを選ぶべきか比較をね、していきたいと思います。まずスペックはこんな感じになっています。F 値は一緒ですね。F2.8 から F22 で、絞り羽枚数は9枚になりますね。最短撮影距離は19センチから38センチと大きく変わるわけではないと。そしてフィルター機は 67mm とめちゃくちゃ小さくなるのと、あと重量も 470g と非常に軽い。半分まではいかないけど、結構大きくね、変わるといったところですね。で、このレンズはここに C と書いている通り、こっちのアートとは違ってコンテンポラリーラインになりますと。なのでより軽量コンパクトというラインなんですが、シグマのレンズってそもそも基準値がめちゃくちゃ高いので、描写性能画質がそれなりに劣るかと言われたら全然そうではない。もう全然これでも十分綺麗です。これはね、作例見ていただければ分かる通り、写りはね、全然バッチリいいと思いますし、ボケ感とかね、一旦ね、いいレンズを持つという意味では、これでもね、十分満足できるんじゃないかなと思います。ただね、僕両方使ってみて確信したことがあります。広角側 24mm、28mm の差、でかすぎますこれはね、全然違うんですよ。やっぱこの小型さをね、実現できたというところって、ここの犠牲ですよ。24mm と 28mm の犠牲がめちゃくちゃね、あったんじゃないかなと思います。もちろん人によっては28、70でも全然いいと思うんですが、僕の用途ではね、24mm っていうのは非常にね、やっぱ使い勝手としては重要なポイントでした。28mm といっても、一般的には広角側ではあるんですけど、この 24mm になることで、パースの効いたね、ダイナミックさみたいなところ、背景の構図の遊びやすさであったりとか、ちょっとね、なんか四隅を入れておけば、特に動画だとね、動きをつけた時にカメラワークが分かりやすかったりするとか、撮影していてね、テンション感っていうのも結構変わってくるんですよね。で、ましてやね、動画撮影ユーザーであれば、クロップの世界じゃないですか。例えばね、手ブレ補正をオンにするか、アクティブ補正で電子手ブレ補正と組み合わせてさらにオンにする、ダイナミックアクティブをオンにするとか、動画の世界ってクロップの世界なんですよ。そういった中で28スタートっていうのはやっぱね、ちょっとしんどくなる時は絶対あると思うんですよね。写真だったらね、そこは気にならないかもしれませんが、特に動画の撮影では24と28っていうのは非常にでかいと。だから画質価格っていうとこ以外に24か28、要は選択肢、表現の幅っていうのが1個狭くなってしまうっていうことが確定であるので、ここがね、自分にとって必要なのかどうかっていうのを見比べてね、選ぶといいんじゃないかなと思います。はい、という感じでどうでしょうかね、ここまで。結構ね、良さっていうのはね、伝わったんじゃないかなと思いますし、価格もね、いろいろと見てきた中でいろいろとね分かってきたことはあると思うんですが、ちょっと使っていてね、ここら辺が気になるなというか、購入を検討しているというか、興味がねある方にちょっと伝えておきたいことをねちょっとまとめていきたいと思うんですけど、まずね一番大きなところは高速連写の撮影の制限があります。このねソニーの α7 V って最大でね秒間30コマの連写に対応しましたね。ただこれね純正レンズに限るんですよ。このねシグマのレンズをつけた場合って最大で15コマに制限されてしまいます。これね結構もったいないですよね。やっぱり今ねこれ GM2 をつけて、純正レンズをつけたんですけど、これでね30コマ連写をするとこんな感じで秒間30枚で撮影ができるんですね。一方でシグマの場合になると、はい、シグマのねこのレンズをつけてこれで30コマ連写をすると、はい、わかるかな。半分の15コマになってしまうと、ここのね制約があるんですよね。ソニー側としてもね機能の全部をね他の他社レンズにね開放するっていうのもちょっとねビジネス的には難しいところではあるので、そこは仕方がないなとは思いつつ、でもねここの制限なくなったらもっといいっすよねやっぱ大きいですよねこれは。であと次がルミックスのね場合にちょっと生じてしまうんですけど、ズームのねリングを回した瞬間のちょっとピンのズレっていうのがねちょっと起きるかなって感じですね。被写体がねその場で止まっていたらあんまり気にならないんですけど、被写体が動いたりしてる時にそのままズームをねずらしたりするとちょっとピンが外れてしまうみたいな時が結構あって、それはねこの28105、これはね結構それがめちゃくちゃダイレクトに出てるんですけど、ここほどは全然ないんですけど、若干ねルミックスの場合だと被写体も動いてるかつズームもねリングもバンバン変えちゃうってなるとちょっとピンが外れる時がねたまにあったりするので、ちょっとここはね注意ポイントかなというふうには感じました。であともう一個だけあるんですけど、このねソニーの GM の2型のめっちゃいいのって、ここにねスムースとタイトのねダイヤルがあるんですよ。これをね入れてあげるとめっちゃ硬くなるんですよね、このズームのリングが。これスムーズにするとめっちゃ軽くなると。
でこれね何が大事かっていうと、今もねまさにこの2470チームの2型で上取ってるんですけど、長時間俯瞰にする時ってずっとこうしておくわけなんですよね。なのでレンズのね鏡頭がちょっと落ちてこないかが心配になるというところです。おそらくね問題はないと思うんですけど、50ミリぐらいにした状態で振ってあげたりするとこれね落ちていくんですよ。こんな感じでもう70いってるんですけど、で俯瞰って基本的に広角で撮らなくて50とかちょうどいい塩梅で撮るんですけど、こんな時にちょっと落ちないかが不安、何時間とかやった時にちょっとね、この僕たちはこういった俯瞰撮影物撮りをねよくやるからこそ、気になったっていうかこっちのねこの機能がいいなと思ったんで、もし3型が出るならここね実装されたら嬉しいなとは思います。であとわずかな希望というか、これもうどうしようもないんですけど、このマグネシウム合金僕めっちゃ好きなんですよ。これによってすごい軽くできたっていうのが、あるみたいなので、これにしたらもうちょい軽かったのであればそれ期待したかったなっていうのはありますねちょっとこれ贅沢かな。この7ニッパの方もねこれマグネシウム合金なんで、こっちもマットなんですよ。こういったズーム系の重たいものはねこういった軽量化されているのであれば、こっちもねそのマグネシウムの方で軽量なモデルちょっと使ってみたかったなっていう、もうちょい軽くなるなら僕はそっち優先が、僕の用途ではいいなっていうのはあるので、ちょっとその辺がね使っていてこうだったらいいなっていうのをね感じたところになっています。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねこの 2470mm F2.8 シグマのね2型のアートレンズをねご紹介させていただきました。僕ねもうシグマレンズめちゃくちゃ紹介してきました。これ4本目ですか。こんな感じでたくさんね動画あると思うんで、よかったらねたくさん見てもらえたらなと思いますし、このねシグマの愛というかシグマのこのレンズのねこう昔から使ってるっていうところが伝わってなのか、今年ね CP プラス2026シグマブースね登壇させていただけることになりましたので、ぜひ皆さんお時間ある方、いや時間がなくてもいてほしい2月28日土曜日、15時から、45分間これだからアートレンズが好きだというところのねテーマでシグマでのねトークセッションをねさせていただければなと思っております。メインはね 2470mm 今回のねこのレンズに対してのもので、このトークショーでしか見れない作例も用意するつもりですし、あとは 28-105mmF2.8 のね、レンズとか、あと7ニッパのねスポーツラインの方のね作例とか、たくさんのね作例とともに楽しんでもらえるね時間にしたいと思ってますので、ぜひね皆さんリアルでお会いできるのを楽しみにしています。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。